やっぱりしっかりこうご自身の中で妄想してもらって、はい、嬉しい、ありがとうございます。もうこんな方が増えていってもらったらね、めっちゃ嬉しいですね。F 様なんですけど、この方はね、ファミリールームに、なんていうんですかね、ちょっとなんかこう、ベージュフロールを敷きたいなということで、はい。こんな感じは、ちょっとクラシックな感じですよね。なんかまあ、このテーブルもちょっとクラシックだし、まあ、カーテンもお花柄で、少しちょっとイングリッシュな感じなのかな、クラシックっていうより。で、これで。すごい天井の高い。かっこいいですよね。ここもシャンデリア下げてもらったらいいですよ。めっちゃ良くなると思いますよ。本当ですね。で、これがテレビで。で、これなんだ。ほら。めっちゃ変わりま、シャンデリアあったらいいでしょ？これ敷いてもらったら余計そうなりましたよね。で、このテーブルの、ちょっとクラシック感っていうのが、もう緩和されてものすごいフレンチな感じになりましたよね。はい。それで、こんな感じ。これを引くと。どうですか？何も変わってない。キュッと引き締まります。からですか？エリアを取る。エリアがね、できてるからと思います。はい。このね、一番最後でお見せしようと思ってた、床の写真。これね、これフロインドリーブさんの床ですよ、カフェの。これはまあね、ものすごい天井も高いし、あれだから、だけどもうこれ通じるんですよ。同じでしょ。ここが普通に無地の床やったら、こんな素敵って思わないと思う。だから、これね、私が行ってる美容室の床なんですよ、これ。サロンのなんか写真撮れなかったから、このピンクのこんな、めっちゃなんか派手な感じするんですけど、この中にいたら全然思わないし、それでこのテーブルとチェアも、なんかアンティークやと思うんですけどね。先ほどのね、F 様宅と同じような雰囲気の、テーブルを使ってて、でもこの床がこれやからか。これね、日本でこれしてるって、だいぶ感度高いと思いますよ。お店をね、される方は特にこれぐらいでカッと言っといてもらったらね。勇気いるかなと思うんですけど、でもお家の中でも全然違和感ないですもんね。全然違和感ないですよ。お店とかだったらもっといい感じですよね。これね、この大きさが全く違うから。さっきの。これもだいぶちっちゃいです。あれに比べるとね。はい。いいわ。本当に。これでシャンデリアしてもらって。完璧。ちょっと次、王様。王様は、ちょっと前になるんですけど、この方もね、ちょっとビフォーの写真がないからあれなんですけど、めっちゃ変わったんですよ、これ。ほら。トワルド・ジュイの、その、コットンの生地に、このグレーのレースのカーテンにしてもらって、ちょっとずるずるっと長めにしてもらって、かわいいでしょ？で、こんな感じの、あれですね。で、まあ、こちらのお家も、やっぱりちょっとエリアを床に作ったら、もう少し落ち着きが出るんじゃないかなという。シャンデリアも素敵なのかかってるし、こちらのなんとかポールさんっていうのね、これもいい感じなんで、で、このお家も、こっから見た時の景色が可愛かったら可愛い。なので、まあ、ここにちょっとしっかり、ソファーってあるのかな？ここはソファー置かれてないかな？まあなんかちょっとエリアを作ってもらうと、電気ついてたら素敵ですよね、これ。この間の、フロインドリーブさん行った時のやつ、これまあ、インスタでも上げてるんですけど、ちょっとね、私がインスタ用の写真も全然撮れてなかったし、別のご相談があったので、また行ってきたんですね。で、その時の、画像なんですけど、これが、まあ、ここのカーテンとかね、作らせてもらってるんですけど、ここもやっぱりほら、1階は2階がカフェなんですけど、ここと違う感じにしたかったって言って無地にしたら、2階なんですよ。2階がこんなカフェなんですよ。このね、やっぱり1階のところとこの2階のこの床を見てもらいたかったんですよ。同じやっぱり店舗ですし、なかなかちょっとご自宅っていうか自宅に落とし込めないかもわかんないんですけど、
やっぱね、この床が、無地で白いから、これ難しいんですよ。この、なんていうか、こう、家具の配置とかも難しいし、今その家具を塗り替えたいからということで、まあ、色のご相談とかね、はい。させてもらうのに行ってたんですけど、やっぱこう、ここの、まあ、ちょっと家具を塗り替えたり、これ、まあ、パン買うとこなんですけどね。で、こう、たくさんほら、並ばれるから、こんな風にこう、順路が作ってあるぐらい。はい、はい。もうこの日、すごい、もう夕方で、誰もいない時やったんですけど、で、私はここの棚をね、はい。ドーンとグレーとかにして、それで、もうこのなんかこれちょっとダミーで飾ってらっしゃるだけなんで、はい。まあ壁にしてこう、フロインドリーブってロゴとか入れられるのがいいんじゃないですか。でそしたら、ここにパン入ってるんですよ。ショーケースみたいシな。ョーケースに。あで、海外みたいになってるのね。あ、日本みたいにこうやって自分で取れない。うん。で、それはおしゃれでいいし、清潔でいいかなと思うんですけど、じゃあ、ここのパンも生きてくるから、この辺を、この壁をちょっとグレーとかにされたらどうですかとか、まあ、そんなのちょっと相談に行ってたんですけど、はい。やっぱりね、ちょっとこう、めちゃめちゃ割れながら、上出来やったなと思うから、見てもらいたいんですよ。で、こっちの左側がこれになってるんですよ、ここ。こんな感じだったんですはね。もともとはもっと、こんな感じ。で、もう外してくださいって最初言ったんですよ。はい。で、カーテンをですか？カーテンをね。窓かわいいです。窓が可愛いでしょ。それで、こうなったんですよ。ほら。これ。これ、まだ加工加工のやつやけど、ちょっと本物のちょっとうまく撮れなかったから、小島さんの加工のやつやけど、でもこの通りできてるから。そうなんで、YouTube 見てたら、はい。なってたんで。全くね。はい、もそれでここのところは、やっぱりこう、お中元時期とかなったら、もうバリバリ混むんですって。ここでなんかお中元の住所書いたりするらしいんですけど、で、まあ、ここも全部棚白やから、まあ、ちょっとその色を考えるのと、あとここをちょっと変えたいですって、これもイメージ図で、本当はちょっと違うのが、これにはないか。これにはなんかちょっともっとクラシックな、はい。チェアが置いてあるんですね。で、まあ、そんな感じで、これパン買うとこで、ほら、さっきのここ。もう大体ね、2時ぐらいに行ったらあんまりないです。へえ。で、いつもこう行くでしょ。そしたら、後で帰りに買って帰ろうと思ったらもうない。フロインドリーブ美味しいですよ。へえ。まあ味あんま変わってないなと思いました。昔からなんか、もうここのバゲットと、それからなんか黒いね、ほら、なんかライ麦の硬いパンあるでしょ。あれって、私、子供の時大嫌いだったんですけど、なんかちょっと匂いするじゃない。そうですね。だけど、この前買って帰ったらめっちゃ美味しかった。ちょっと焼いて、で、上にちょっとチーズ置いて、もう今でこそね、美味しい店あるし、で、パリで、駅で買うパンぐらいの感じやったら、それでも美味しいんですけど、大体こう、クオリティ的には、日本負けてない。美味しいです。日本のクラスターもめっちゃ美味しいから、あれです。ちょっと変なパン屋さんで買うよりは、日本の方が美味しいなって思う時もある。で、あれですね。この辺でカーテン可愛いから、まあちょっと見てもらおうかなと思って、ちょっとあんま見えてないね。でも、前のから、あれですよ。これやったから。このカーテンだったから、すごい雰囲気は変わりました。で、今これになってます。これが、動画ですね。はい。この中。素敵。ね。可愛くなってます。そうそう。これね、フロンジェリーブさんのこの建物って100年ちょっと経ってるんですね。だから、まあ、大正か明治の終わりくらいの建物なんですよ。ここに映ってるけど、こういうモニュメントも、なんか壁にこういうのがあるんですね。それとか、あとこの辺の、この感じ、これ。これってね、すごいフランスのゴシック建築のあれで、ノートダム寺院とかもね、ベースはこんな感じなんですよ。これはその大正とかその時代、そのまんまの。そうです。やっぱりもちろん塗り替えられたり、それからでもね、この床は、
オリジナルのままなんですよ。100年前の。これ石なんですけど。それで、もともと、今の社長さんのお母様が、社長さんで、現役でされてて、もう今高齢でね、お仕事されてないんですけど、その時はここになんかやっぱり、クッションタイルみたいな感じの、無地のスキッとした感じのものを敷かれてたそうなんです。で、それを、今の社長さんになってから、剥がして元のを出し、戻したっていうふうにおっしゃってました。これね、この反対側に、聖歌隊がね、歌うところがあるんですよ。こんな建物ないですよ。本当に。もうこれを見に行くだけでも価値があるかなと思います。最近ブランドジュリエさんの動画を見始めたのですが、最初はセンスが高すぎてついていけなかったのですが、少しずつわかるようになってきて、昔の動画も見て勉強しています。本当ですか。ありがとうございます。勉強とかって、そんなね、大げさなもんじゃないんですけど、私、この間も、ちょっと全然、異業種の方に、お話ししてたんですけどね、それ、全然別のことで、ちょっと営業に来られた方なんですけど、で、インテリアのお店って言ったら、ちょっと日本の場合も家具屋さんみたいな感じで思ってましたって、その方は全然そういうのご存知ないからね。っておっしゃってたんですけど、いや、なんか、そのオーナーさんのセンスがあって、なんていうか、特別ですよね、みたいな感じで、褒めてもらったんですけど、私のセンスっていうかね、こういうテーブルと、それからチェアに座って、なんか、ナイフ、フォークもたまには使いますよ、みたいな生活って、戦後今80年なんですよね。この間80年談話が出て。で、80年で、その戦前に、なんか、特別なお家はきっとそういうね、のもあったかもわかんないんですけど、普通は、ちゃぶ台ですよ。ね。それで、だったと思います。わかんないけど、それで、だから、実際なんか、田中角栄がね、日本列島大改造とか言って、で、その時に、テーブルと、チェアに座ってお食事するっていうのが、昭和だから30年代ぐらいなんちゅうのかな。で、今、昭和にしたらちょっとわかんないけど、50年ぐらい前。で、その頃は、あれですよ、団地をいっぱい建てて、だから日本。マイホームを作りましょうみたいな。で、その時に、田中角栄が2メートル30って決めたんですよ、天井の高さ。たくさん作らないといけないから。だからぐっと低いんですよ。海外に比べて日本の天井。それちょっと余分な話なんですけど。で、たった50年しか経ってないんですよ。なんか、洋風の生活をしだして。だから、ベッドに、ベッドカバーを打ってかけたらね、直前まで寝てたわけじゃないですか。で、私はお布団をパッと、剥がして、それで換気を良くして、今まで出かけてましたと。で、それをそのままね、お布団かけて、ベッドカバーかけて、したら、なんかちょっと気持ち悪いですっていうご質問やったんですよ。日本の、座敷に寝てね、お布団で寝ましたと。それ敷きっぱなしで出かけますかって。やっぱり畳んで、日本の場合は押し入れに直して、で、それと同じですっていう。だからもう文化なんですよ。だからいいとか悪いとかよりね。やっぱりこういう洋風の生活が良くてね。で、チェアと、ダイニングとチェアがあって、ソファースペースがあるようなお家に住む限りは、全然崩してもらったらいいんですよ。別にソファーなくてもいいし、それから、なんかベッドも私はこういう使い方するんだってなったらいいんですけど、基本を知ってて崩すのと、知らないでやるのとは全然違うと思うんですよ。なんかその辺が、私もその長い間海外に住んだとか、1年弱ぐらいしか住んでないからね。実際の、なんていうか、本当に、身についたあれではないけど、やっぱりそういうのって、違うんだなっていうのが、やっぱりこの長い間、行ったり来たりしてるうちに、分かってきたことなんですよね。その文化が伝えられたらいいかなと思う。で、それを知ってて、いや、しませんよっていうのはいいと思うんですよ。でも知らないっていうのは、
なんかちょっと恥ずかしいなって思うんですよ、やっぱり。なので、真似する必要もないし、その通りする必要もないんですけど、その辺がね、お伝えできたらいいかなと思ってやってます。おーちゃん様がブランドジュリエさんを知ってから自分の好きが何か考える時間が楽しくて、少しずつ好きなものが家に増えていって、家にいる時間が楽しくなりました。いやー、最高ですね。本当に嬉しい。ねこれいいですね。自分が好きが何か考える時間が。なんか妄想してるのが楽しいね。いや、なんか、綺麗に言ってもらったけど、結局妄想。でもそれで、なんかイメージがご自身の中にできたらね、なんかやっぱり、こんな風にしてみたいなって、順番にできていくと思うんです。なんか、やっぱりしっかりご自身の中で妄想してもらって、はい。嬉しい。ありがとうございます。もうこんな方が増えていってもらったらね、めっちゃ嬉しいですね。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。